はい、荷物の積み込み終わりました。で、まだ寒いんで、暖房、このカセットガス暖房ですね。風暖持っていきます。寝る前は安全なこの電気ヒーター使用します。新たに改良を加えたポイントあります。ここなんですけど、前は電子レンジがありました。で、結構重かったんで取りました。今回は試しで軽めの家電を置いてます。このミニ炊飯器ですね。で、ずっとこの軽キャンピングカーで置きたかったコーヒーマシンです。これでいつでも出来たての美味しいコーヒーが飲めます。今回行く場所なんですけど、ここ富山県のガレージからまずは愛知県に行きます。そして岐阜県、最後はなんと四国に行きます。キャンピングカー屋さんに取材したり、いろいろ相談したりします。初めて行くビルダーさんもありますんで楽しみです。日本海側から太平洋側まで来ました。ここから明日の目的地までは1時間ぐらいです。今2時50分なんで、もう明日に備えて早めに寝ます。ここの岡崎サービスエリア、広くて綺麗ですごい好きなんですよね。ではパパッとシェードして車中泊のセッティングしていきます。
ミニ電気ヒーターだけでかなり車内はあったかくなりました。現在 18.5 度ですね。体感上もっとあったかいです。で、外気温は現在マイナス 1.8 度です。じゃあもうヒーター切って寝ます。で、結露対策でこの運転席と助手席の窓は1センチぐらい開けてます。で、シェードしてるんであんまり風通らないと思います。なのでこちらの窓ですね。ここの換気扇用の窓を少し開けときます。2センチぐらいですかね。窓少し開けて寝ると車内の温度下がってしまうんですけど、やっぱり結露がすごいびっしょりついちゃうんですよね。なんで少し開けました。あとは二酸化炭素濃度も下げることができます。現在 4300ppm とかなり二酸化炭素濃度が高いです。なので少し換気して減らしていきます。で、今回メインで使うシュラフがそんなに分厚くないんですよね。湯たんぽあると思っていたんで薄いです。なのでインナーシュラフ使います。一応二重にします。で、中はフリースを着て寝ます。今は車内かなりあったかいんですけど、もう夜中とか朝方寒かったらヒーターつけます。キャンピングカーのサブバッテリーなんですけど 70% あります。で、460A と超大容量のリチウムバッテリーを積んでいます。で、屋根には 445W とかなりこだわった軽量で大型のソラーパネル積んでいます。なので明日の朝お日様が昇ったら充電してくれると思います。今回太平洋側がメインなのでソーラーパネル大活躍してくれると思います。あったかい。電気ストーブだけだったらここまで車内の温度下がると温まるまで時間がかかります。なんで風だ使います。はい、じゃあ一酸化炭素警報器つけておきます。はい、今二酸化炭素計測器もつけたらもう4500やったのが5000に上がってきました。もともと高かったと思うんですけど、カセットガスファンヒーターこれつけたら二酸化炭素ぐっと上がりました。では換気しておきます。はい、このレンジフードはここに DC ファン仕込んでいます。で、これ空気吸ってここ窓から出てくれます。で、ここから空気取り込みますんで、こういう循環が生まれています。外の空気を効率よく取り込んでくれます。で、新兵器持ってきました。これ小型のファンなんですけど、ここスイッチを押すとファンが回ってこの上に溜まったあったかい空気を下に下げてくれます。このカセットガスファンヒーターかなりあったかいんですけど、あったかい空気がこの前に来てから全部上に行くんですよね。で、上に溜まっていました。なのでこれで効率よく車内が温まってくれると思います。はい、車内がですねもう30度近くなってきました。風暖弱で使ってるんですけど一瞬で熱くなります。威力すごいですね。一旦切ります。いただきます。
やっぱり外が寒い時期はこのホットコーヒーほんと美味しいですよね。コーヒーメーカー持ってきてよかったです。このコーヒーメーカー固定方法はマジックテープですね。これギュッて締めてこれで固定していました。で後ろに給水タンクありまして、でもう後ろまでベタ付けすると給水できませんので前に出して使う感じになります。この辺がちょっと不便ですね。あとはこの上とのクリアランスがあんまなくてですね、この上のタッチパネルが見るのが大変です。自分は家でも使ってて慣れているんで見らなくてもできるっていうのもあるんですけど、味の濃いさや水の量を変えた時に少し見にくかったです。はい、じゃあちょっと後ろを戻して固定しておきます。でゴミはこの冷蔵庫の下、ここに大容量のゴミ箱があります。また溜まってきたら RV パークやキャンプ場など行って捨てます。こんな狭い空間にコーヒーメーカーを常設してる人なかなかいてないですよね。でも実際に使ってみるとかなりありだと思いました。ただこの空間前電子レンジあったんで今回ないんでどうなるかですね。車中生活で不便になるのか意外といけるのかいろいろ試してみます。はい、それではもう着替えてサービスエリアのトイレをお借りしてそのまま出発します。結露してないですね。はい、こっち側もほとんどしていません。フロントウィンドウも結露してません。成功しました。はい、出発準備完了しました。で今から行くところは愛知県豊橋市にあるキャンピングカービルダーです。はい、エムズアートさんに到着しました。この新型の MV200 のキャンピングカー、こちらに荷物を移して1日レビュー車中泊に行ってきます。明日また戻ってきたら撮影再開します。今エムズアートさんにテーブルのカットお願いしました。こんな感じでこの回転テーブルですね、カットしてもらいました。使っていくとですね、やっぱりこの乗り降りする時とか邪魔に感じたんで小型にしました。ありがとうございます。それでは NV200 で撮影行ってきます。はい、戻ってまいりました。 NV200 楽しかったです。でも車中泊のアイテムとかはマイクロバカンチャスの方に移動しました。まだ行くところ決めてないんですけど、とりあえずお風呂入ってでどっか車中スポット探します。すいません、ありがとうございました。今豊橋市なんですけど、明日は豊明市のキャンピングカービルダーさんに行きます。ここから車で1時間ぐらいですかね。近くに行ってきます。なんか愛知県面白いですね。豊川市もあるし豊田市もあります。豊めっちゃつきますね。はい、もうシェードして車中泊のセッティング終わりました。現在深夜の2時と結構遅くなりました。遅くまでやってる温泉近くにありましたんで入ってきました。すごい気持ちよかったです。今日土曜日ということもあり温泉めちゃくちゃ混んでました。なんかですね、もう富山県の1週間分の温泉のお客さんが1日で来た、そんな感じでした。やっぱり太平洋側は人多いですね。でびっくりしました。もうね、車中泊の人めちゃくちゃ多いです。しっかりシェードして準備してる方がたくさんいました。愛知県の方は車中泊好きな方が多いんですかね。トイレから近い場所はかなり埋まっていました。で止めたここはトイレから一番遠い場所だったんで何箇所か空きスペースはありました。でここ来た理由なんですけど 5G プラスなんですよね。ネットがめちゃくちゃ速いんです。これダウンロードはですね 379Mbps でアップロードが 87Mbps なんで、もうこれ普通の家より速いと思います。で自分は楽天モバイルなんでネットの制限ないんですよね。もうずっと永遠に使えます。でパソコンでデータなど送りたいものありましたんでここに来ました。これほんと下手したらネットカフェとかよりここの方が早いかもしれません。あとはテレビありますんでもう YouTube とか流してゆっくりくつろぎたいと思います。でこれがエムズアートさんで切ってもらったテーブルです。本来はこんな感じでありましたが切りました。かなりコンパクトになりました。これをこっち側にして使用します。パソコン置けるかな。いけますね。ちょうどです。
これでできますね。で、今回ですね、ここに一応携帯用のトイレは持ってきてます。多分使わないと思うんですけどね。車1日放置してたんで、もうソーラーパネルの充電で 95% までリチウムバッテリーが増えています。今外気温が 5.5 度で中が 19.2 度です。なのでそんなに寒くないんですよね。一旦換気のいらない電気ヒーターつけておきます。食材があるんですけど、もう深夜2時回ってますんで、晩ご飯をやめて明日の朝にいただきます。で、ノンアルコールビールだけ冷やしておいたんでいただきます。このフィルム気泡入ってしまったんで、いつも貼り直そうと思うんですが、なんか忘れちゃいます。テレビ見るだけなら問題なく映るんで問題はないんですけど、気になりますよね。いただきます。いや、落ち着きます。目が覚めてきました。しかし寒暖差すごいですね。今日日が昇ると31度まで朝上がっていました。外気温19度だったんで、その差12度あります。
こういった道の駅だとあんまりドアも開けにくいとこあります。後ろとか開けると丸見えになっちゃいます。なんでクーラーあって本当に良かったです。あと 2,30 分で道の駅開くんですけど、開いたら何か買ってから出発したいと思います。多分混み合いますんで早めに出た方がいいですよね。それまでにパパッと朝ごはんいただきます。で電池レンジがないんでこの炊飯器でいろいろ試してみます。まずご飯なんですけど、こちらレトルトのご飯、これを炊飯器で温めます。でここにクッキングシートを敷いて、その上にご飯を入れます。でそこに水約 50ml ぐらい入れます。さあここにですね、さらに鮭を追加します。これコンビニで売っているレトルトパックの鮭なんですけど、多分ねこれもその上に乗っけたらいけると思います。さすがに長かったんで折って入れましたが、もう7個入りました。でここ隙間空いてるんで、ここに卵入れていきます。じゃあ炊飯モードで10分ぐらい蒸してみます。もう腹ペコなんで、できるまでこのセブンで買ったエビとマヨネーズのブロッコリーと、あとだし巻き卵食べて過ごしておきます。はい、結局ですね、ご飯と鮭は問題ないんですけど、卵は半熟気味ですね。黄身がまだのとこもあります。でもこれはこれで美味しそうですよね。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹空いてたんで一瞬でした。でこれお釜なんですけど、ちょっとお湯が残ってますね。これも捨てるだけで大丈夫そうですね。ちょっと冷ましてからこのペットボトル排水システム、こちらに破棄します。炊飯器は電子レンジに比べると時間がかかっちゃいますね。でもうちょっと量を減らして、例えばご飯だけとかなら早くできるかもしれません。また後でやってみます。今から行くキャンピングカービルダーさんなんですけど、いつもお世話になっている JP スターさんです。で今日は撮影じゃなくて新型車両の打ち合わせ開発状況を聞きに行く感じになります。なので今日はお泊まりはこちらの競馬になります。外気温 21.1 度ってもう T シャツでいけますね。で中はクーラーつけていたんで 24.2 度でした。これクーラーないとね、多分35度ぐらいいってると思います。道の駅がオープンしたんでもうパンパンです。少しお土産買ってからすぐに出発します。はい、道の駅町テラス日清さん、ありがとうございました。めちゃくちゃいいとこですね。人気な理由もわかります。ご当地の食材やパンもめちゃくちゃ売ってて、さっきご飯食べたばっかしなんですけど、またパン買っちゃいました。はい、じゃあここからはですね、もう下道で3、40分の道になります。はい、JP サーさん到着しました。ここはね、いつも新型車が開発されていてワクワクするんですよね。なんかまた工場がパワーアップしてます。自分のチャンネルで本邦初公開として紹介させてもらったハッピーワンターボがなんかバカ売れしてるそうで、もう向こうすごい数のアトレやハッピーワンターボがあります。じゃあまた帰りに撮影再開します。はい、終わりました。いろんなお話聞けました。なんとハッピーワンターボにね、家庭用クーラーついたり床暖房ついたりいろいろ進化されてました。またこちらも別で動画出しますんで、ぜひチェックお願いします。はい、じゃあまた再出発します。ちょっとまだどこ泊まるか決まってないんですけど、なんか温泉入ってシャシャカスポット探したいと思います。すいません、ありがとうございました。またお願いします。はい、次なんですけど、隣の岐阜県のトイファクトリーさんに行きます。パソコン作業をしていたら遅くなりました。どこでもこうやって仕事できるのはキャンピングカーの醍醐味ですね。トイファクトリーさんは明後日行くので、明日は1日空くことになります。とりあえず岐阜県方面に行こうと思います。今日は早めにパーキングエリアで車中泊します。パーキングエリア着きました。
ここハイウェイオアシスという仮眠用のスペースあるんですけど、閉まっていけませんでした。時期なんですかね。なんか行き来できるのは6時までのようです。今現在ここはもう岐阜県に入っています。明日ですね、近くで行きたかった無料のキャンプ場があります。車も入れそうな場所なんで、新規開拓行ってみます。とりあえず今日はここでもう寝ます。で、来る途中にコンビニでおにぎりとか買って食べました。昨日睡眠あまり取れてないので、今日はもう寝ます。シェードしてベッド展開していきますね。この毎回シェードするたびにフィアット、デュカトのようなスマートシェード、軽自動車にも誰か開発してくれないですかね。あれがあれば一瞬でシェードが終わります。はい、完成しました。もうあとは眠たくなったら寝るだけです。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。やっぱり電子レンジやこのオーブントースターですね。特にオーブントースター使うと熱がかなり出ます。で、天井付近が熱くなっていました。なので今この天井付近空気吸って出るようにレンジフード回してます。ここ開けて新鮮な空気が入ってきます。で、ちょっと温度が下がってきましたが、蒸し暑い気がします。今外が約19度なんですけど、中は 27.5 度まで上がってきました。これ以上暑くなってきたらまたエアコン稼働させないといけないんですけど、もう片付けて出発します。あとこのオーブントースターで結構厄介なのがパンくずです。この下にパンくずが受け止められるようになってます。これをねちゃんと捨てとかないと
結構匂いの原因やダニの原因になったりします。ゴミなんですけど、こうやって4日5日経ってくると溜まってくるんですけど、今回キャンピングカービルダーさんにちょっと相談して事情を説明してゴミの処理を引き受けてくれました。ありがとうございます。なので今のところ道の駅やこのパーキングエリアなどゴミが捨てられないところでも車中泊できています。今サブバッテリーの残量が 86% でソーラーパネルからですね、現在 200W 充電されています。朝家電フル活用したり、昨日の夜クーラーつけましたが全然余裕です。やっぱりソーラーパネル 445W と超大容量を積んでいて本当に良かったです。この軽キャンピングカー、ここに走行充電器入れてるんですけど、今ですね 20A に落としています。最初 40A で充電していました。なので 450W ぐらいですかね。走行中は充電ができていたんですけど、この軽自動車のオルタネーターがすごい貧弱なんですよね。オルタネーターはエンジンの駆動で発電して電気を生み出してくれます。車自体の電気を賄うのは問題ないんですけど、キャンピングカーのサブバッテリーを充電していくには 40A で充電してると持ち出しになっちゃいます。メインバッテリーの方が減っちゃいます。で、メインバッテリーが減ってくると、この走行充電器は電圧を感知して走行充電を止めてくれますが、これが結構厄介で、もう頻繁にオンオフになっていました、走行充電器が。ちょっとさすがにそれは車に良くないんじゃないかなと思って、走行充電の容量を40から 20A に落としました。そうすると、メインバッテリーの持ち出しはなしでずっと充電してくれています。で、20A なんで走行充電すると約 200W ちょっとなんですよね。なんでもうソーラーパネルの方が全然充電してくれます。車のオルタネーターを高出力オルタネーター変換すれば発電量アップするんですけど、それが前ちょっとボルト外れなくて自分でできなかったんですよね。なので今車屋さんを探している状態です。でもこういっためんどくさいことをやってくれる車屋さんってほんと少ないんですよね。なので購入するキャンピングカー屋さんは絶対家から近い方がいいと思います。はい、じゃあ出発します。では今から新規車中泊スポットを変えてくるために近くの無料キャンプ場へ向かいます。でも自分昨日お風呂入ってない系おっさんなんですよね。せっかくなんで岐阜県近くの温泉入ってからそちら向かいます。いや、今日は天気がいいです。昨日の夜は雨降ったんですけど、さすが太平洋側ですね。すぐ晴れます。もう運転していてすごい気持ちいいです。はい、今高速道路降りて岐阜県岐阜市長良というところにいます。なんか近くに良さそうな温泉ありましたんで、そちら一度行ってみます。少し山の中に入った温泉です。岐阜市にある三田洞神仏温泉、すごいかっこいい名前ですね。今回はスーパー銭湯よりこういった秘湯感のあるところに来ました。気温も上がってきたんで、もう T シャツで過ごせます。はい、じゃあ着替えと温泉セット持っていきます。露天風呂はなしで内風呂が2つだけだったんですけど、もうこういうのでいいんですよね。スーパー銭湯も好きですが、こういったローカルの温泉に出会えるのが車旅の魅力ですね。620円と安かったんですが、石鹸とかシャンプーなかったんで自分で持ち込みになります。あと清掃にかなり気を使っている温泉で、子供のおむつもダメでした。隣に神社あります。白山神社と読むそうです。なんかすごい雰囲気ありますね。せっかくなんでお参りしてから再出発します。濡れたタオルなどはこちらに干しておきます。お風呂入ってる間にソーラーで充電増えてます。 94% まで増えましたね。今日も電気使いたい放題です。明日の資料集めやパソコン作業ありますんで、今日はキャンプ場で引きこもります。やっぱり軽自動車の旅はどこでもスイスイ入っていけるのほんと気が楽です。こういった温泉とか秘湯は細いところ多いんですよね。この辺は道の駅がないようなんで、近くのスーパー寄ってからキャンプ場行きます。うわ、広いな。すぐ横に長良川が流れています。どのぐらいでしょうか。もう車で言ったら本当何千台って止めれるぐらいの広さの河川敷です。で、向こうの方が火気厳禁って書いていました。なんかキャンプ禁止って書いていました。ここに看板ありますね。火災が発生したようです。昔はキャンプ行けたそうですが、今は禁止になったんですかね。さっきの看板が一番向こうの方で広場だったんですけど、それよりこっち側は大丈夫のようです。で、ただコーンのところはもうキャンプ禁止って書いていました。コーンの手前でバーベキューなど楽しんでいる家族は結構います。ここのコーンにバーベキュー禁止って書いてます。こっちから
向こうのエリアですかね。端に簡易トイレが1個あります。これトイレのあるキャンピングカーは最高の場所になりそうです。こんな最高の場所が岐阜県市街地からすぐそばにあるとは、この周辺の人たちはすごいいいですね。仕事で営業の方とかは絶対ここで休憩すると思います。一旦ここでコーヒーでも飲んで休憩しながらゆっくり仕事します。天気もいいんで後ろ開けておきます。あ、このシェードやっぱりリメイクシート外れてきましたね。これテープのりとか両面テープとかいろいろ試したんですけど、やっぱりリメイクシートとこの断熱の銀マットっていうんですかね、これの相性悪いようです。寒かったり暑かったりで収縮するんで、これで剥がれてくるようです。で、こっち側なんですけど、今回試しでパンチングカーペットを貼っています。で、これ変成シリコンで貼っています。これだったらなんか熱の収縮でも取れないんじゃないかなと思って一回試しています。今回寒暖差結構ありますんで、これで取れなかったらこの変成シリコンはかなり使えそうですね、シェードには。はい、じゃあ開けていきます。ここに開けれるように穴を開けています。あ、いいですね。すごい新鮮な空気が入ってきて気持ちいいです。いつも車内で引きこもって過ごしているんですけど、ザ・バンライフという感じですごく気持ちいいです。いただきます。いや、いいとこ見つけました。来てよかったです。なんか大きい河川敷とか、そういう場所って大体こういうなんか車の休憩にいいとこ多いですよね。子供の頃はこういった場所にたくさん秘密基地とか作っていたんですけど、それを思い出します。なんかもう今は秘密基地ごと移動してる、そんな感覚です。大人になってからもまた昔の感覚、ちっちゃい頃の感覚に戻れるのが、こういった旅、生活の魅力かもしれません。気持ちが若返っていくんですよね。ここ 5G なんで電波もいいようです。ではここでのんびりパソコン作業していきます。はい、しばらくパソコンしていたんですけど、なんかね、ちっちゃい虫が入ってきました。今日暖かいんで虫さんたちも起きたかもしれません。残念ですが締めてきます。おっさんの入るバンライフは一瞬で終わっちゃいました。それでは日没まで頑張ります。いや、めちゃくちゃ気持ちいい朝ですね。
河川敷のすぐ横は山なんで、なんか空気が美味しい気がします。なんかこの辺道混むんですかね。すごい車が渋滞してるように見えます。こっちがもうゆっくりって感じですね。ちょっと早めに出た方がいいかもしれません。あ、こっちが道路の手前に長良川が見えますね。じゃあコンビニ寄ってそのままトイファクトリーさんへ向かいます。トイファクトリーさん到着しました。今からこの100万円の軽自動車から2000万円のキャブコンに乗り換えます。今回こちらの車で車中泊しますんで、明日帰ってきたら撮影再開します。その後四国へ向かいます。楽しみです。はい、戻ってまいりました。いやもう本当にホテルみたいでした。でもこの DIY した軽キャンピングカーも負けてません。それでは高速すぐに乗って四国へ向かいます。はい、じゃあ行けるとこまで行きます。
はい、ちょっと体調がマシになってきました。声も出るようになってきました。Google で車中泊スポットを検索すると出てきた無料の駐車場公園になります。明日行くビルダーさんが愛媛県なんですけど、ここは香川県になります。もうすぐ横っていう感じですね。でね、この辺なんか猫がすごい多いですね。はい、こんにちは。お邪魔するよ。ご飯はないからね。24時間使えるトイレもあります。ここすぐ横に有名なゼニガタスナイがあります。関営通報が刻まれています。あ、もう一匹来ました。友達のようです。黒猫とキジトラ、仲いいですね。お邪魔します。はい、到着しました。このキャンピングカー面白いんですよね。すごく安くて在庫もあります。撮影が楽しみです。今日は内外装だけ撮って、明日この車借りて車中泊行きます。なんでまた今日の夜はですね、自分の相棒に戻ってきて、ここで疲れを癒します。はい、高熱出た後病院に行き、強力咳止め薬など4種類ぐらい薬もらいました。で、2日間ずっと寝ていました。そのおかげでなんとか撮影できるまで回復し、今2日間の撮影終わりました。さあ、富山県帰ります。はい、最後ですね、 GS カスタムさんに挨拶に行った時に、社長さんに最後ご飯どうですかとお誘いしていただき、一緒に家族でご飯行ってきました。で、皆さん気さくで優しかったです。地元の有名な和食屋さんのコース料理いただきました。本当ありがとうございました。四国来たけど、何も食べずに帰るのどうかなと思っていたんで嬉しかったです。魚料理が美味しく楽しい時間になりました。はい、それでは高速道路乗って富山県へ向かいます。ここから約600キロ、ナビで8時間。笑っちゃいますね。帰りは淡路島ルートで行きます。はい、淡路ハイウェイオアシスまで来ました。ここサービスエリアの奥にあるハイウェイオアシスです。すごい広大な駐車場です。一番端の方にね、大型車とか専用の区画もあります。多分これ日本で一番広いハイウェイオアシスじゃないでしょうか。今現在2時なんで、もう今日早く寝て明日たくさん移動します。
薬飲んだら熱39度から36度にすぐ下がりました。で、咳は10分の1になりました。お医者さんが処方してくれる薬の威力すごいですね。最初市販の薬で戦ってました。もっと早くもらったらよかったです。今回車ですぐ寝れたのは本当に助かりました。季節も良かったですね。少し寒いぐらいなので電力もそんなに使わずに過ごせました。これが夏だったらどんなに電気あっても車は無理ですね。とりあえず今は無事全ての撮影が終わってほっとしています。富山帰るまでは気抜いたらダメですね。とりあえず明日は長距離移動なのでドライブ楽しみます。明日中につけたらいいんですけどね。体調次第ではもう一泊するかもしれません。それではおやすみなさい。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ハイウェイオアシスやサービスエリア内には淡路島の美味しい玉ねぎバーがあるんですけど、それは次回いただきます。今回はもうパパッと食べてパパッと移動します。今日は結構晴れていて空気持ちいいです。青いですね。なんかここのハイウェイオアシスはちょっと高台になってるんですよね。なんでもう絶景が望めます。うわ、すごい明石海峡大橋見えますね。今からこの橋渡るの楽しみです。風そんなに強くなかったらいいんですけど、自分この淡路島から神戸の街並み見るのすごい好きなんですよね。大阪住んでる時代もよくここ淡路島来てこの景色見てました。なんか喧騒の街の時間と離れて過ごせるこの時間が、このゆったりと流れる時間がすごい好きだったんですよね。ここは夕日もめっちゃ綺麗です。3年前移住するときに淡路島も移住候補だったんですけど、淡路島すごい高かったんですよね。物件がそんなになくて人気だったので価格が手届きませんでした。そんな思いも馳せながら富山県戻ります。富山県のガレージ戻ってきました。結局少し仮眠するつもりが6時間ぐらい寝てしまって、もう一泊車中してきました。今お昼前です。やっぱり運転って自分が思っているより疲れてるのかもしれません。いろいろ気遣いますしね。今回風邪で寝込んでしまったこともあり、トータル17日間の出張車中生活になりました。
長期間狭い空間でしたが、すごい快適に過ごすことができました。で、この電気ミニヒーターがかなり重宝しました。このカセットガスヒーターの風暖はほとんど使えませんでした。やっぱりガスは換気いりますんで手間もかかりますし、使用するときはちょっと緊張します。で、寝落ちがやっぱり怖いですよね。その点、電気は心配いりません。で、リチウムバッテリーはクーラー用にこの軽キャンピングカーには大量に積んでますんで、冬はかなり余ります。その余った電気の使い道として有効活用できました。ただやっぱりこの電気だけだったら、なくなったら本当に寒くなってしまうんで怖いんで、ガスヒーターは予備で欲しいですね。あとはマイナス10度のような北海道の環境でもガスヒーターが心強いです。そしてここに電子レンジ積んでいて、今回持っていかなかったんですけど、やっぱり出張車中生活など仕事で車使うときは電子レンジ欲しいですね。この炊飯器でも試しましたが、やっぱり電子レンジの手軽さには勝てません。またここに電子レンジ復活したいと思います。で、コーヒーメーカーもやっぱり便利だったんで、一緒に設置したいですね。コーヒーメーカーはなんか下に降りてくるような DIY して工夫したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。